今回はヒストリアの妊娠にどういう意味があったのか解説した上で、父親エレン説の是非について考察していきたいと思います。ヒストリア妊娠の意味。まずエレンは始祖の力を使うために王家の血を引く巨人と接触する必要がありました。そのためエレンはジークの安楽死計画に乗ったふりをしてレベリオを襲撃し、ジークの回収をします。ちなみにこの場面でエレンとジークが接触しなかったのには訳があります。まずカリフア軍港に世界連合軍が集結するのを待ってから地ならしを発動する必要があったからです。またジークの計画では子供ができない体にするという号令をかけた後に自身の獣をヒストリアへ継承し、始祖の力を維持していく予定でした。つまりジークとエレンがパラディ島に渡った後に接触する必要があったのです。しかし兵団は水面下でジークが島に着くなりヒストリアを巨人にして食べさせようと画策していました。兵団がジークを信用できなかったからです。ヒストリアはそれに対し従う覚悟はできていました。しかしそれを受け入れられなかったのはエレンです。エレンはヒストリアを犠牲にしたくはありませんでした。ここでの犠牲とはヒストリアが巨人になって13年で死んでしまうことと、島の生贄となる子を産ませ親と子を食わせ続けることを意味します。だからエレンは巨人の消滅という結末を望みました。そのためにはジークとの接触により地ならしを発動させなければなりませんでした。少なくとも見た未来ではそうでした。仮にヒストリアが獣を継承しても巨人の力が消滅すればヒストリアも人間に戻れます。しかし結果的に接触相手がジークでなければグリシャの記憶ツアーはなく、この道につながらないため巨人の消滅も起きなかったでしょう。また地ならしを止める過程で殺されるのがジークではなくヒストリアになっていたかもしれません。いずれにせよあの時点でジークの獣をヒストリアに移すことはあってはなりませんでした。そのためエレンはヒストリアに2つの選択肢を提示しました。それが兵団と争うか逃げて身を隠すかです。それに対してヒストリアは自分が妊娠するという選択肢を提案しました。ヒストリアが妊娠してしまえば出産までは巨人にされずに済みます。出産の前までにエレンとジークが接触できればエレンの計画は問題なく進み、ヒストリアが巨人になることもなければ生まれてくる子供が島の生贄になることもありません。つまりヒストリアの妊娠の意味は巨人継承のためではなくエレンとジークが接触するまでの時間稼ぎにありました。ナイルやローグラ検定団上官はこの話についてワインを飲みながら話しているシーンがありました。その時はジークを死なせたくないエレナが妊娠を助言したと予想していましたが、実際はエレンの思いを聞いたヒストリア自身が提案したことでした。よってこの後ろ姿はイエレナではなくエレンでしょう。ではなぜヒストリアは兵団と争うわけでもなく逃げるわけでもなく妊娠するという選択肢を選んだのでしょうか。まず考えられるのが女王として自分の責務を放棄したくなかったということです。ヒストリアは島の象徴的存在であり、孤児院の院長もしながら武士会の女神様と親しみを込めて呼ばれていました。そんな女王が自分が巨人になりたくないという理由で兵団と争ったり逃げ隠れたりすれば国民の信頼を裏切ってしまいます。しかし妊娠したという理由であれば女王の座を追われることもなく、むしろ国民には歓迎されるでしょう。そしてヒストリアが女王の座にとどまったおかげで巨人がいない世界になった後もヒストリアは女王としてアルミンたちとの和平交渉に臨める身となりました。しかしエレンとの会話で急に妊娠という選択肢が出てきたのには少し違和感があります。まるでヒストリアがすでに子供が欲しいと考えていたように感じられるからです。ここで父親が誰かについて考察していきます。まず多くの見立て通り孤児院を手伝っていた青年であるという説です。しかし彼と話す時の表情は暗く、ヒストリアが急に彼のことを好きになったとも思えません。もちろんこの表情はエレンがこれからやることを知っていたがゆえのものでもありますが、ヒストリアが彼に思いを寄せていたという描写が他に一切ないので考えにくいです。しかしこれならどうでしょう。ヒストリアは孤児院を運営する中で自分の子供も欲しいと思うようになっていたが、自分の子が島の生贄として巨人になってしまうと知りながら子を作るのには気が引けていた。そんな時エレンの計画に沿えば子供も犠牲にならないと分かり、妊娠という選択肢を提案した。そのため夫との間に恋愛感情はなくとも妊娠する選択肢を選んだ。こう考えれば納得はいきます。そして次に父親はエレンという説です。この場合ヒストリアがエレンのことを好きであった可能性があります。クリスタがヒストリアという本名を明かし、本当の私はこんなに空っぽと言った際、エレンはこう返します。俺は以前のお前が結構苦手だった。いつも無理して顔を作ってる感じがして不自然で正直気持ち悪かったよ。けど今のお前はなんかいいよな。
別にお前は普通だよ。ただ、馬鹿正直な普通のやつだ。ヒストリアはこの言葉に救われたと自分でも言っています。私は人類の敵だけどエレンの味方という言葉にも単なる仲間以上の感情が芽生えていてもおかしくありません。ヒストリアはエレンとの子供が欲しかったと考えても納得はいきます。またエレンから地ならしをする意思を聞いた時、ヒストリアは二度と胸を張って生きていくことができないと言います。それに対しエレンは世界一悪い子なんだから黙っていられると返します。その流れで、じゃあエレン、私が子供を作るのはどうとヒストリアは提案します。ヒストリアはこの時悪いことなり地ならしを黙認するだけでなく、エレンとミカサが思い合っていることを知りながらエレンに言い寄ったとも捉えられます。またジークとエレンのこのシーン、ミカサはただお前のためなら巨人をひねり殺せるくらいお前が好きなだけだ、お前はどう答えるというジークのセリフの次のカットで場面が切り替わり、ヒストリアの私が子供を作るのはどうというセリフにつながります。このシーンを見返すとわかるのですが、様々な記憶があえて並行して描かれています。この時エレンはミカサに自分を忘れてほしいと思っていました。いずれ死んでしまう自分はミカサの気持ちに応えられない。ミカサには自分のことを嫌いになってもらう。それがミカサにとって一番幸せなはずだと。そんな時ヒストリアに言い寄られたため、それをしぶしぶ受け入れたのかもしれません。それにヒストリアは可愛いですし、そして子供の顔がエレンの幼少期に似てなくもないと言えるでしょうか。特に眉毛は似ています。また最終話ではミカサが抱えるエレンの首とヒストリアが抱える子供の顔が対比して描かれています。これらの理由からエレン父親説の可能性もゼロではないでしょう。しかしやはりここで重要となってくるのがエレンのミカサに一途発言です。この気持ちは正真正銘本音でしょう。またこのシーンはヒストリアがミカサの恋心を嬉しそうに冷やかしているようにも見えます。ですからヒストリアとの間のことはやはり考えにくいですし、考えたくありません。私自身 90% は父親は孤児院の青年だと思っています。しかしその確たる証拠はありません。ヒストリアの夫は最後まで顔もしっかり描かれず、ヒストリアとの会話もほとんどなくモブキャラで終わりました。妊娠発覚当初から父親エレン説がずっと噂されていたため、仮にミスリードだったならヒストリアの夫の情報がもう少しあってもいい気がします。しかしエレンの真意が明らかになったのは最終回だったため、急にそれまでモブキャラだった人間が話し始めると感動の最中での場違い感は否めません。それゆえこのエレンの発言で察しろよという伊佐山先生のメッセージだったのかもしれません。そのためエレンのこのシーンが極端にかっこ悪く、また微笑ましく描かれ、エレミカしかありえないと思わせる意図があったとも考えられます。まとめるとヒストリアの夫の情報は皆無だったため、最終回直前までは父親エレン説が濃厚な描かれ方だった。しかし最終話のエレンの発言により父親エレン説がミスリードで、孤児院の青年説が濃厚になった。ただ 100% 否定できたとは言えないほど父親エレン説の匂わせは強かったという感じです。アニメでは子供の瞳の色にも注目ですね。ヒストリアはより青に近い色、エレンはより緑に近い色と言えるでしょうか。もしくは伊佐山先生はあえて曖昧に描き読者の想像に任せたのかもしれません。エレンとミカサの純愛物語として捉えるか、深読みするとゾッとする裏設定があったと捉えるか、皆さんはどう考えますか？ご視聴ありがとうございました。この動画は現時点での私の解釈をまとめたものです。理解することを諦めない姿勢で今後もさらに考察を深めていきたいと思っているので、ぜひ次の動画をお待ちください。